入社してからどんなこと大変でした？入社してからは、自分はずっと、コンビニでアルバイトをしてたので、パソコンの、学校で勉強していた普段のパソコン使いはだいぶ忘れて、で最初はオフィスの、3ヶ月の実際したんですけど、その時は結構大変だったんです。パソコンのいろいろの使い方とか。仕事を始めてパソコン使うってなった時、特に何使うんですか？メールを打つとか。メールとか、あとワード、エッセルとか、いろいろ写真の編集も、看板とか、いろいろフライヤーとか、そこもやらせて。じゃあ、フォトショップとかイラストレーター使って。そこまでじゃなくて、ベトナムのマーケットのために何か必要とか、そこを考えて、みんなと考えて、作ったんですよ、最初は。パワーポイントで作るんですかね。ワードかパワーポイントですかね、フライヤーとか。それどうやって勉強したんですか？入社したら自分で？いろいろ教えてもらってます。それと、この会社はほぼ日本語を書かないで英語だったので、僕、英語ちょっと苦手たので、その時から英語を勉強直したんですよ。少なくても簡単な言葉とか、よく使う言葉とか。それ分かんない時どうするんですか？みんなでこうやって喋ってて、この英語でバーッと書くじゃないですか。隣通訳してそれ通訳してもらう。結構優しい会社でしたんですよ。そうすると隣教えてくれて、なるほどっていう感じで。意見出す時も英語で言わないとダメなんですか？意見出す時は日本語で OK なんですね。なるほど。じゃあ書くのは英語だけど、結構言葉は日本語でフレキシブルなんですね。いい会社ですね。いい会社ですよ。この会社は今いる方に勧めますか？おすすめする？今はミャンマーのマーケットはちょっと人少ないので、チャンスあるかもしれないですね。チャンスあるかもしれないです。それはミャンマーの今担当っていう担当者は女性の方がいて、その担当者はよければ紹介しますけど、反応はあとはその方と社長ですので、他のマーケットは全然関係ないですね。入れないです。別に入れない。だけど紹介することはできません。どうですか？いい会社ですか？僕いい会社ずっとと思ってやってます。いいですね。じゃあそんないい会社であえて不満を言うとしたら、不満も何がどんなこと？不満これだなっていう。実際不満もありますよ。で、不満は会社が大きいので面倒見れないです。一人ずつ。例えば台風の時はそんなに僕一回会って帰るのがすごく遅いんですよ。なのでそこはもうちょっと面倒を見てもらえば、早くみんなのことを考えて早く返してもらえばいいかなと思いますけど。何時ぐらいまで残ってるんですか？電車の中に何時間、何時ぐらいまでの夜遅く残ってたんですか？その時ですか？その時は普通に仕事終わって6時半ぐらい仕事終わって、電車乗ったんですよ。電車乗っても結局動かない。結構自分だけじゃなくて他の人も困ったんですよね。残業じゃなくて、もう電車の時間電車乗っちゃったので。なるほど。そこは会社が大きいだからみんなそこまで考えられなかったかもしれない。でも今ちょっと
良くなってきている。台風来る時もメール来てくれるし、早めに帰ってくださいっていう。今はそうですね。前はないかったんですよ。前はなかったんですね。帰りたくてもメールが来ないから、知らせがないから。そうですね、勝手に帰ったらやばいですね。他は特に不満ないんですか？不満はみんな頑張るけど、結構、営業じゃないですか。営業すると外夜でも遅い時間出るじゃないですか。その時家族いる方は帰りたいじゃないですか。僕、家族がいるので帰りたい。だけど他の方はまだ働きたい。もっと頑張りたい。で夜営業ですね。でそこはちょっと意見合わない時もあるので、でもその後はなんか話し合って家族がいる方はのことを考えて、そんなに遅くならないようにするとみんな決めてたんですね。仕事するのはグループでやってますか？例えば千葉の日本語学校があって、で僕らカードの説明しに行くじゃないですか。で1個で終わると早く帰れる。でも何個も回りたいですので、夜の12時とかまでの時もある。それはたまにね。でもそこは話し合えば多分問題ないですよ。そこは自分責任もあるんですね。自分言わないとそのまま相手が頑張りたいから言わないと自分もそのまま酔っちゃうので次不満になっちゃうんですよね。でもその前にお互いで話し合ったら全然問題ないです。毎年で入社であまりないですか？入社は特に毎年とか募集かけないんです。足りないところだけ募集してます。足りないところでいつ頃で足りない、どういうところで足りないですか？そこは会社のの方考えるじゃないですか。こっち足りないとかあっち足りないとか、その時募集するので結構大きいですよ。会社は100人ぐらいいるので、ボランチいろいろマーケットもあるし、ボランチも全国に置いてあるので、そこは会社ですね。社員としては100人以上。200人以上。そこでバイトの方はいないですか？バイトは実際いますよ。で、実際はミャンマーの方も前バイトでしたので、学生で、学生の時バイトをやってで卒業したらそのまま就職。そしたら今みたいに、知り合いじゃなくて別の学校から紹介はできないですよね。別の学校からなんか全然知り合いじゃなくて、今みたいに私たちみたいに、仕事を探してる人に紹介できないですよ。僕は紹介は全然できますよ。この今日の前全然知らないだけど今日会ったらもう一応知り合いになっているのでぜひ希望があれば履歴書を流しますよ。この方がいますので就職活動中ですので、よかったら話してみてくださいって言えるので全然。自分が勉強した内容とこういう仕事では合ってなくても実際はこの会社はそこまで厳しいではないです。
外国人サポートするために外国語が欲しいだけ、ミャンマー語できる人が欲しいだけ、そんなに中学の勉強とか経済の勉強とか関係ずに、でもビザはまあ申請しておれればね。ビザの資格はなんか通訳とか。そうです。でも観光の通訳だけど例えばN2 とかがないと逆に入管は通訳なのにそこまでレベルできないとあなた入って何するのって逆に言われるので、通訳の場合はね、ちょっと日本語レベルとか日本に住んでいる年数が長ければそこは取りやすくなると思います。そしたら今日英語でよければ私たちも入れるかもしれないそう、ぜひぜひチャレンジしてみてください。